皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、米中冷戦下におけるアメリカの中国に対する経済政策の一つをご紹介しましょう。具体的には、アメリカの大統領令によって中国企業に対して軍事関連企業だという指定をされることとなります。この指定がされることにより、その企業に対する投資というものが禁じられます。なるほど、中国企業の株を買わないようになるんだなという、そのだけの感想で終わるには非常にもったいない大きなニュースです。今回の動画では、理解を深めるためにアメリカの資産総額が一体どれだけあるのか、主だった資産運用会社のお金というものを紹介することによって、なるほど、これだけの数字が全く中国に向かなくなるんだなということを知ることができれば、それこそ今回の制裁というものが意味があるものだということを理解することができるでしょう。それでは早速、中国企業に対する投資禁止の話などについてのニュースをどうぞ。アメリカ、中国軍関連投資禁止令発行。香港最大 ETF に影響。アメリカ投資家による中国軍関連企業への投資を禁じるアメリカ大統領令が11日発行した。ニューヨーク証券取引所では同日から中国移動など中国国有通信産銘柄を売買できなくなった。香港市場では最大規模の上場投資信託 ETF が制裁対象銘柄への新規投資を停止するなど影響が広がっている。国防総省が中国人民解放軍と関係が深いと認定した企業について、アメリカの投資家は認定の60日後から株式やデリバティブ、金融派生商品などの売買ができなくなる。大統領令の公表時点で、ファーウェイなど31社が認定されており、11日から取引停止の対象となった。ニューヨーク証券取引所は制裁対象の中国移動とチャイナテレコム、チャイナユニコム、香港のアメリカ予託証券 ADR 売買を11日から停止した。ニューヨーク証券取引所は方針を2転3転させた末に3銘柄の上場廃止方針を決めた。大統領令の影響は ETF にも広がる。資産運用額で世界首位のアメリカブラックロックと同3位のステートストリートグローバルアドバイザーズは反戦指数などに連動する ETF の運用を見直す。反戦指数には制裁に関連する中国企業が含まれているためだ。アメリカステートストリートは反戦指数に連動する香港最大規模の ETF トラッカーファンドで制裁対象企業に新規投資しないと表明した。運用資産残高は米ドル換算で約136億ドル。日本円で1兆4000億円になる。指数算出会社は制裁対象企業組入れから外し始めた。イギリス FTSE ラッセルは11日、中国移動など通信3社を複数の指数から除外した。FTSE はすでに11銘柄を除外している。アメリカ MSCI も世界株指数などから通信3社を追加で外した。指数への連動を目指す ETF などパッシブファンドへの影響は大きい。今後はバイデン次期政権と中国政府の出方が焦点となる。アメリカメディアは、アメリカ当局は中国のアリババとテンセントを制裁対象企業に入れることを検討していると報じた。アメリカ機関投資家も多く保有するハイテク成長銘柄が投資禁止となれば影響は甚大だ。20日に発足するアメリカ次期政権は、大統領令の継続か撤廃かも含めて判断を迫られる。中国政府が報復措置に乗り出し、資本市場における米中分断が一段と進む恐れがある。最初の記事では、資産運用会社として世界1位と3位の企業の動きが伝えられたので、世界第2位の企業の動きも補足記事として挙げておきます。アメリカバンガード、中国銘柄を売却、投資禁止令を受け、アメリカ資産運用会社バンガードグループは、アメリカ政府が中国人民解放軍とのつながりがあるとみなした企業への投資を禁止したことを受けて、一部の中国銘柄を売却したことを明らかにした。昨年11月12日に公表されたリストに基づいて、今月8日から売却を進めたとしている。というわけで、今回紹介した記事の中では、アメリカの資産運用会社として3社の名前が挙がりました。この3社がまさに世界3大資産運用会社です。その運用額についておおむねご紹介しましょう。まず順位なのですが、世界ランキングから1、2、3位、そして6、9位のこの5つの会社をご紹介します。世界第1位はブラックロックで資産運用額は700兆円。もちろんこの金額というのは
金融商品を保有している関係で日々何兆円と上下している可能性があるので、この金額というのはあくまでも大旨だと思ってください。そして世界第2位がバンガード、こちらは600兆円。そして第3位がステートストリート、こちらが300兆円になります。日本での知名度はこの世界第1位から3位の方が低くて、逆に資産運用額としては低い JP モルガンやゴールドマンサックスの方が日本での知名度は高い現象が起こっています。今回は紹介しませんが、世界ランキング上位には多くがアメリカの資産運用会社が入っており、これらの資産運用会社の資金というものがまさに今回の大統領令によって中国企業の株を売却もしくは新規の投資というものをやめることとなります。これらの資産総額を持つ運用会社からそっぽを向かれるということがどれだけの影響があるかというのは皆さんもすぐにお分かりでしょう。中国企業の最大の問題といえば、中国共産党との関係が切っても切れない関係にあることです。これは中国の国内法において、中国共産党が命令すれば、中国企業はその指示に従わなければならないという法律があります。ですから、中国共産党にとって役立つ能力や資産、特許技術、様々な資質を備えた企業というものは、自然と中国共産党にとっても非常に重宝がられる存在となります。そして中国共産党との関係を深めるということは、当然のように人民解放軍との関係も同じようにして深まっていくものです。今回のアメリカ大統領令というのはそうした意味において軍事関連企業ですよと指定されたところについての投資を禁止するものです。これらの企業が海外での株式市場に上場するというのは自社の資金調達のためであったり、投資資金を呼び込むことによって高い株価を獲得し、自社株を使っての企業買収に充てたり、もしくは大株主たちの資産の現金化などに貢献することとなってしまいます。しかし、これらの企業の成長とそして海外からの投資金の流入というのは、それらの企業が発展することへとさらにブーストをかけるものであり、回り回って中国の人民解放軍や中国共産党の支配体制の強化へと手助けすることとなってしまいます。これではアメリカの利益を損なうこととなります。だからこそ今回の大統領令が発令されて中国企業への投資が禁止されたのです。話としては株の話が中心になっているため、なんだかすごく遠い話だなと思われる方も多いでしょう。しかし、お金の話というのは非常に重要です。なぜならば、経済力といった言葉もあるように、お金というのはまさに力を生み出すものです。その力というのが当然のように軍事力についても転換されますし、外交力にもつながっていきます。ですから、中国企業に大きなお金が流れ込むというこの流れそのものを断ち切ることが非常に重要なのです。そしてお金という言葉だけでは漠然としたイメージしか湧きませんが、今回ご紹介したようにアメリカの大手資産運用会社のその運用額というものを実際にご紹介しました。その金額というものがとてつもないことであるということを皆さんもご理解できたでしょう。ですからこれらの会社から全く相手にされなくなるということが中国企業にとっては将来の大きな痛手となるのです。そしてこれだけの資産総額になっているのはまさにアメリカという国が世界の金融市場の中心覇者だからです。これだけのお金というのは別にアメリカだけではなくヨーロッパからも日本からもそして世界中から多く集まっているからこその巨大なお金なのです。ちなみに今回紹介したブラックロックやヴァンガードといった資産運用会社というものは日本人も利用することができます。というのもこれらの会社というのは何も富裕層や企業年金の大口の資金だけを相手にしているわけではありません。一般向けにも金融商品というものをたくさん販売しています。代表的なものとしては、アメリカの株式市場の代表的な指数であるダウや S&P、ナスダックなど主だった指数に連動するようなファンドや高配当企業を集めた ETF などです。資産運用を考えているよという人にしてみれば、日本の大手証券会社や銀行の販売する日本人向けの商品よりも今回紹介したような世界の大手資産運用会社の商品を買った方が良いと思います。なぜならばこれらの企業の販売している商品というのは本当に世界中からお墨付きを受けるぐらいの非常に良い商品が揃っているからです。というわけで今回の動画のまとめに入りましょう。今回発行したアメリカの大統領令によって中国人民解放軍との関係が深い中国企業に対するアメリカからの資金流入がストップすることとなります。中国企業はこれからは甘い汁を吸うのが難しくなり、そして厳しい目が向けられる時代となったのです。あとは最初の記事でもご紹介したように
ではこのアメリカの姿勢というものが今後も続くかどうかというのが非常に大きな注目点となります。中国企業に対するアメリカからの資金流入というものをせき止めましたよというこの慣れが続くのか、それとも再び流れ出してしまうのかというのはまさに今後の米中冷戦を占う上でも重要な情報となるからです。そして日本の対応についても私はアメリカに見習うべき点は十分あると思います。日本政府もアメリカ政府からの情報提供を受けながらこうした人民解放軍との関係が深い企業に対しては日本のお金というものが流れ込まないような仕組みというものを十分に整備すべきでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。